はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam の1週間限定セールで高評価な作品をピックアップしました。1週間限定セールの期間は6月7日の午前2時まで。紹介する作品は全て日本語で遊べる作品となっております。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。ザ・ラストキャンプファイヤー。2021年10月7日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。1670件中 97% の方が高評価。価格は1520円が608円の 60% オフ。参考プレイ時間は5時間です。プレイヤーはエンバーと呼ばれる旅人となり、心を失った仲間を救う冒険に旅立つといったストーリーです。旅の途中ではエンバーの仲間たち、ポーロに出会います。中には孤独によって魂が抜け、固まってしまっている者もいるので、彼らの心の中にあるダンジョンでパズルを解き、希望の炎を解放してあげましょう。希望を取り戻したホーロンはキャンプファイヤーに集い、その希望の炎が大きく燃え上がることで、新たなエリアへ進むことができるシステムになっています。この不思議な世界では、エンバー以外にも個性的なキャラクターがたくさん登場します。希望を持つことに否定的な森の王、カエルに釣りの腕で叶わないことに引け目を感じている孤独な漁師、テレビや骸骨まで食べてしまう貪欲な豚など、奇妙で癖のあるキャラクターと触れ合いながら冒険をしていくことになります。美しく幻想的な世界を旅して、時にはおかしな住人と触れ合い、最後のキャンプファイヤーに火を灯す作品。ザ・ラストキャンプファイヤーは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。レサッセ。2019年12月13日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。1130件中 96% の方が高評価。価格は1010円が676円の 33% オフ。本作はマインクラフトやテラリアに代表されるサンドボックス型のアクションアドベンチャー。ゲームは見下ろし型のトップダウン視点で展開し、戦闘、採掘、探索、クラフトを行いながらも入植者を募集して拠点である集落を発展させていくといったゲームです。入植者は農場や作業場で働かせることができ、資源採集を自動で行ってくれます。また入植者にも幸福度があり、取引金額や仕事量に影響を与えるので幸福度にも気を配る必要があります。ランダム生成された世界には多彩なバイオームが存在し、マップの端からは別のマップへ移動することもできます。海を渡り様々な島を探索してダンジョンの奥に潜む強力なモンスターを倒し、貴重なアイテムを手に入れましょう。まだまだ知名度は低いですが結構なポテンシャルを秘めていそうなゲームです。ネサッセは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ニュークリアブレイズ。2021年10月18日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。304件中 96% の方が高評価。価格は1010円が808円の 20% オフ。参考プレイ時間は2時間です。レッドセルズの開発者が手掛けた消防士の奮闘を描く短編 2D アクション。次々と燃え広がる火災を消火しながら生存者を探して奥へと進み、全ての火を鎮火するのが目的です。ゲームは火災現場に突入し、背中に担いだ放水タンクの残量を管理しながら放水して消火活動を行っていくシンプルなアクション。手早く消火していかないとどんどん火は広がっていくのですが、放水できる水の量には限りがあり、水がなくなれば施設内にある給水設備で補給しなければなりません。もともとは消防士好きの3歳の息子さんのために作られた作品が複雑になりすぎたとのことです。子供でも遊べるようにキッズモードを搭載し、最近のアップデートで新エリアや新エンディングなどが実装されました。ニュークリアブレイズは非常に好評な日本語対応の作品です。プレイグインクエボルブ。2016年2月19日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。38000件中 94% の方が高評価。価格は1680円が571円の 66% オフ。参考プレイ時間は4時間です。
ウイルスがテーマであるゲームの多くはどうやってパンデミックに対応するかというプレイスタイルがほとんどですが、本作は逆にウイルスの視点となって世界中に病原菌をまき散らすことが目的のゲームです。数あるウイルスから一つを選び、どの国からどういった感染経路で広めていくかなど、いろいろとシミュレーションできるのが本作の特徴。人類に特効薬を開発されるのが先か、ウイルスが人類を滅ぼすのが先か、ウイルスの感染拡大シミュレーターとしても完成度が高く評価されている作品です。また WHO 世界保健機関などの世界各国の専門機関の協力監修の下で制作されたパンデミックを食い止める逆モード拡張パックプレイグインクザ・キュアも無料で提供されているのでチェックしてみてください。プレイグインクエボルブは非常に好評な日本語対応の作品です。オタクズアドベンチャー2019年5月20日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。4600件中 94% の方が高評価。価格は720円が576円の 20% オフ。参考プレイ時間は6時間です。彼女いない歴18年のオタク青年が偶然出会った女の子と共にはちゃめちゃ展開の冒険を繰り広げる物語。登場するヒロインは謎の組織に追われているベレー帽が印象的なワイフ。ゲームセンターで出会う関西弁女子タッスルン。異世界で出会う名前の読めないガーゼ眼帯女子。それぞれに個性のあるヒロインのルートを選ぶことによってストーリーは大きく変化し、舞台は近所のコンビニから謎の組織のアジトや宇宙、果ては異世界に広がり、コミカルかつぶっ飛んだ物語が展開していきます。ゲームはポイント&クリックをメインに、アクション、シューティング、RPG 的な戦闘などミニゲームが多数用意されています。ツッコミどころ満載のコミカルなアドベンチャー。オタクズアドベンチャーは非常に好評な日本語対応の作品です。ディスマントル2021年11月16日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。6500件中 92% の方が高評価。価格は2050円が1230円の 40% オフ。参考プレイ時間は29時間です。オブジェクトの 99% が破壊可能な週末サバイバルアクション RPG。ポストアポカリプスな世界の地下シェルターから出てきたプレイヤー。街の人々はいなくなり、凶悪なクリーチャーが徘徊する世界。この世界で拠点を築きつつ、探索エリアを徐々に拡大させて、孤島から脱出する方法を見つけ出すといった物語。サバイバルゲームですが、空腹度や喉の渇きはなく、レベルアップ、狩猟、クラフト、建築、農業、釣り、料理などアップグレード要素を重視した作りになっています。ディスマントルは非常に好評な日本語対応の作品です。ターバンマスター2021年11月16日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。3270件中 92% の方が高評価。価格は1520円が1292円の 15% オフ。参考プレイ時間は9時間です。中世の酒場が舞台な経営シミュレーション。心もとない資金を元手に小さな酒場に質素な椅子やテーブルを並べ酒場を切り盛りしていくゲームです。バーテンダーやウェイトレス、料理人などのスタッフを雇い、わずかな売り上げから少しずつ装飾や建物をアップグレードし、酒場の評判を上げて売り上げを増やしていきます。また売り上げが増えてきたからといってどんどん店を大きくすると酒場で働くスタッフが忙しすぎてストレスがたまり辞めてしまうので注意が必要です。経営を続けていくと評判が上がり客足も増え、それに伴って提供できる料理が増えたりイベントが開催できるようになったりとプレイできる範囲が広がっていくのが楽しい作品。ターバンマスターは非常に好評な日本語対応の作品です。Nobody Save the World 2022年1月18日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。2110件中 92% の方が高評価。価格は2570円が2056円の 20% オフ。参考プレイ時間は15時間です。物語の舞台はカラミティと呼ばれる災いによりモンスターが解き放たれた過酷な世界。主人公である無表情な無個性人間ノーバディがある日魔法使いの杖を手にしたことで様々な能力を手に入れ世界を救うために冒険に出ることになります。本作の最大の特徴は魔法使いの杖による変身能力。ノーバディは15種類以上の姿に変身することができ
クエストを完了することで新しい変身フォームや能力をアンロックでき、アビリティは80種類以上とパワフルなカスタマイズが可能です。自動生成される様々な環境のダンジョンを状況に合わせて異なる長所と短所を持った変身フォームを使い分け進んでいくユニークな作品。Nobody Save the World は非常に好評な日本語対応の作品です。ロード96。2021年8月16日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。7270件中 91% の方が高評価。価格は2196円が1427円の 35% オフ。参考プレイ時間は8時間です。独裁主義国家ペットリアから国境を越え脱出するアドベンチャー。物語の舞台は1996年の夏。10代の少女が架空の独裁主義国家ペットリアから数千キロ離れた国境を目指して旅をする物語です。国境への道は無数にあり、どのルートを通りどう移動するかで物語は変化していきます。国境へと至る旅を何度も繰り返すことで隠された秘密を見つけ、この国の住人の本当の姿を知ることになっていきます。最終的な目標はより良い生活を求めて国境を越えること。旅の途中では様々な人たちと出会うことになり、混乱する国ペットリアには善人もいれば悪人もいます。人々との出会いや別れ、時にはモラルを問われるような状況で様々な決断を強いられます。旅の最終目的地である国境が徐々に近づくにつれ、物語は確信に迫っていきます。国境を越え自由を手に入れるのか、または違った結末に行き着くのかはプレイヤー次第。ロード96は非常に好評な日本語対応の作品です。メデューバルダイナスティ。2021年9月23日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。21,400件中 90% の方が高評価。価格は3690円が2767円の 25% オフ。参考プレイ時間は30時間です。中世が舞台の国家建設ライフシミュレーション。プレイヤーは戦争により全てを失った若者となってたどり着いた土地で工作や狩猟、牧畜などを行い村を築くリアル牧場物語が楽しめる作品です。食料や水、疲労度を管理しながら自給自足の生活を送るサバイバル要素やスキルを磨いてキャラクターを成長させる RPG 要素などやりごたえは十分です。少しずつ家を建てて住民を他の町から勧誘して村を大きくしていくのが楽しく、四季の概念やキャラクターの寿命など時間の概念があり、家族を築き親から子へと子孫を残しながら自分の村を築き上げていくリアル思考のオープンワールドサバイバルゲームです。メデューバルダイナスティは非常に好評な日本語対応の作品です。ビヨンドトゥーソウルズ。2020年6月18日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。1580件中 89% の方が高評価。価格は1990円が995円の 50% オフ。参考プレイ時間は11時間です。不思議な霊能力を持ってしまった少女の人生を描いたストーリー重視のアドベンチャー。主人公のジュディ・ホームズは自分にだけ存在が感知できる霊体エイデンの存在により、幼少期に親元を離れ研究所での生活を余儀なくされていました。プレイヤーはジュディとエイデンを交互に切り替えながら特定の箇所を調べたり選択肢を選んで物語を進めていくポイント&クリックのアドベンチャーです。特別な力を持って生まれてしまった少女は次第に大きな運命へと巻き込まれ、過酷で残酷な人生の中で自分らしく生きようとするジュディに、プレイヤーは時には介入し、時には見守りながら彼女の人生を追体験していくことになります。ビヨンド・トゥー・ソウルズは非常に好評な日本語対応の作品です。ウィッチハント。2018年9月4日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。1730件中 88% の方が高評価。価格は1010円が808円の 20% オフ。参考プレイ時間は8時間です。悪魔を狩る一人称視点のホラー FPS。18世紀のゴシックホラー的雰囲気を舞台に、
ウィッチハンターとなったプレイヤーは、ベルビルという町の要請を受けて、魔女によって呪われた森に住む悪魔を退治するといった内容です。スキルシステムや商店でのアイテム購入といった RPG 要素も備えており、森の中で金目のものを回収し、町に戻ってスキルや装備を購入することで、最大ヒットポイントを上げたり、敵の視界を乗っ取るスキルなどを習得することで、森でのサバイバルの助けになります。探索自由度の高いマップやスキルや武器などの成長要素によって時間をかけるほどに面白くなっていく作品です。ウィッチハントは非常に好評な日本語対応の作品です。Have a Niceです。2022年3月9日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。2860件中 85% の方が高評価。価格は1650円が1485円の 10% オフ。参考プレイ時間は4時間です。過重労働の死神を描いたローグライク 2D アクション。物語の主人公は死者の魂を管理する会社、デスインクコーポレーテッドの創設者兼 CEO のデス。人間界で好き勝手に暴れ回り、次々と仕事を増やす社員の身勝手な行動を食い止めるために奮闘する物語です。ゲームは自動生成される社内の各部署をめぐり、社員の亡霊たちにお灸を据えていく。スピーディーな戦闘が特徴である本作は、基本武器である死神の鎌をメインに、道中で拾える武器や魔法は30種類以上が登場。また、プレイ後の業務成績によりアイテムや武器をアンロックすることができ、プレイスタイルに合わせて色々な組み合わせをカスタマイズしていくやり込み要素が面白い作品です。ダークな世界観がモチーフの作品ですが、社内のゴシップ好きな秘書や個性的な社員たちとのコミカルなやりとりなんかも楽しめる作品になっています。Have a Niceですは非常に好評な日本語対応の作品です。はい、今回は Steam の1週間限定セールで高評価の作品をピックアップしました。1週間限定セールの期間は6月7日の午前2時まで。紹介した作品は全て日本語で遊べる作品となっております。さあ、毎週週間セールランキングを載せていますが、全然触れてこなかったのでちょっと触れていきましょう。今回はね、先週に引き続き V ライジングがトップですね。発売初週に100万本の大ヒット。新作動画で紹介した時からかなり気になってた作品ですね。バルヘイムに似た作品とか拠点建築ができるディアブロとか言われてますよね。あとは Steam デックも海外で発売以来で売り上げ好調みたいですが、一体どうなんでしょうかね、レビューは。私は買うつもりはないですけども、日本でリリースされたら皆さん買うんですかね、ちょっとわからないですね。はい。あとはマイタイムアットサンドロックがランキングに入ってきましたね。前作のね、ポルティアも面白かったので、いつかこれもプレイしたいなと思います。今回は以上となります。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆さん明日の良い一日になりますように次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。